こんにちは、大輔です。54カ国がフィリピン人の渡航を解除というニュースが飛び込んでまいりました。本日は世界がフィリピンをどういうふうに見ているのか深掘りをしていきたいと思います。ラインナップはこちらになります。丸1、フィリピンを受け入れる54カ国。これね、じっくり見ていきたいと思います。丸2、グリーンゾーン国で再開できるのかということで、この動画をですね、初めて見てくれた、もしくはね、本チャンネルを最近見始めたよという方がいらっしゃるかと思うので、僕の事情をね、簡単にお話をしておきますと、今お付き合いをしている彼女がですね、フィリピンにおりまして、コロナの影響で3月初旬かな、現地で会えたのを最後に、もうね、そこからずっと会えてないわけなんですよね。そして今に至るということで、当初はですね、このロックダウンが1ヶ月のみということで、それでもね、長いななんて思ってたんですけど、蓋を開けてみたらね、あれよあれよという間に半年が過ぎて、そしてもう年末に差し掛かろうとね、している今日この頃というわけでございます。今はいろいろと厳しい時期で、下を向いちゃうことってあると思うんですよね。家族に会えないとかね、恋人に会えない、外国にある自宅に帰ることができない方だったり、海外に持つ仕事がストップしてしまったとかね、留学だとかワーキングホリデーの予定が大きく崩れてしまった方、いっぱいいらっしゃるんじゃないかと思います。必ず事態はそれでもね、好転するってことを、期待しつつですね、それを信じてますという、自分自身にね、言い聞かせるために本チャンネルでは、世界各国への渡航緩和の最新状況をお届けして、おります。僕はですね、自由に海外に行けるようになったら、以前よりもね、アグレッシブでありたいなと思うわけでして、旅の楽しさはね、もちろんなんですけども、リスクを最小限化するとかね、ニューノーマルな旅をいち早く実現をしていきたいなと思うわけなんです。そんな方がもしいましたら、そしてコロナ明けの海外行きを待ち望んでいる方は、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1番目のお話から参ります。報道をね、まず確認していきましょうということで、54カ国がフィリピン人の渡航を解除したニュースを見て参ります。11月2日に政府公認のニュースサイトであるフィリピンニュースエージェンシーから報じられたものでした。今現在ですね、こちらの表にあるように、合計で54カ国がフィリピン人の渡航を解除したという状況のようなんですね。僕個人の所感としてはですね、思った以上に多くの国が受け入れてるんだなというふうに思いましたね。これは説明するまでもなくですね、フィリピンは世界最長ロックダウンが続く国ということで、今現在の東南アジアではインドネシアに次いでコロナ陽性者が多い国というふうに理解されているわけですからね、各国からは特に警戒されやすいんじゃないかと思うわけです。で、この表を見ると一目瞭然なのがアフリカと中東が多い印象なんですよね。次いで多いのがアジア太平洋ということで、その次がアメリカ大陸、そして欧州という順序でした。ここで押さえておきたいポイントがあります。渡航が新たに許可されたこの54カ国というのはですね、医療プロトコルに従うことを前提にそれを条件にして渡航が許可されるという報道のされ方でした。なのでおそらくですね、渡航前の PCR 検査による陰性証明であったりだとか、あとは入国後の2週間隔離措置であったり、医療保険のね、加入が証明できる形、あとは渡航に十分な資産証明などが必要になるんじゃないかなと理解しているわけなんです。もちろんね、国によっては細かいルールが違うかと思うので、フィリピン人の皆さんにはね、何かしらの条件付きで渡航が許可されるということになろうかと思います。意外とですね、アジア圏がこの54カ国の中には多くラインナップされていますよね。ちょっと細かく見ていきましょうか。アジア全体としているので、南アジアの国も含んでるということになりますね。なんで、アフガニスタンからね、始まってるわけですけども、そしてバングラディッシュ、カンボジア、フランス領ポリネシア、キリパス、ラオス、モルディブ、ミクロネシア連邦、モンゴル、ナウル、パキスタン、パプアニューギニア、東ティモール。
ということになります。ちょっとね、聞き慣れない国もあったかと思うんですが、いかがでしたでしょうか。やっぱりね、僕の所感としては、意外と多くの国が許可しているんだなというふうに感じましたね。ただしですね、アジア圏、いわゆる低リスク国は少ない印象ですよね。例えば、タイとかね、ベトナム、台湾、韓国、中国などですよね。こちらはラインナップにはありませんでした。無理もないですよね。ということで、個人的に気になっていることをお話ししていきたいと思いますので、次の話進みましょう。②。グリーンゾーン国で再開できるのかというお話です。僕が気になるところはですね、日本政府が優先的に渡航緩和を検討している国々と共通する国があったのかどうかなんですよね、先ほどのリストに。最近日本政府は感染症危険レベルを3から2に下げましたよね。これらの国を対象にということでしたけども、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、香港、マカオ、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、あとね、もともとレベル2だった国がありまして、それがですね、ミャンマー、ラオス、カンボジア、モンゴル、これらの国でした。ということで、これね、先ほどの54カ国のリストと照らし合わせをしてみると、共通する国がね、ラオス、カンボジア、モンゴルが当てはまったわけです。しかしながらですね、これらの国っていうのは、まだね、日本からの入国制限がかかったままでして、外交上の理由だとかビジネス上の、特別な理由がある場合に限った渡航しかできないわけなんですよね。ですので、低リスクで共通している国っていうのは、見た感じはゼロだったということになります。あとはですね、陽性率の高い、いわゆるリスクの高い国の中で渡航条件がマッチしそうなところを見ていこうという話なんですけど、こんな感じではないでしょうか。アメリカ、ハワイ、ブラジル、モルディブ、トルコ、ウクライナ、イギリス、エジプト、南アフリカとかですかね。全てをくまなく見れたわけじゃないんですけども、ざっくりね、この辺りの国が日本とフィリピンの渡航者を両方ともね、受け入れていくということになろうかと思います。で、ここでですね、大切なことがありまして、それはですね、日本パスポートとフィリピンパスポートの違いなんですよね。日本パスポートというのは世界最強と言われておりまして、ビザなし渡航ができる国がね、最も多いパスポートなんですよね。これすごいですよね。それに対してフィリピンパスポートというのは、それよりかはだいぶ少なくてですね、渡航前にビザを取らなければ、そもそもね、入国することができないという国が多いわけなんですよ。ですので、フィリピンパスポートであっても、ビザなし渡航が許可されている国、もしくはね、到着した時に空港で電子ビザが発行できる国っていうのが、グリーンゾーン国で落ち合うとしたら、それが妥当だろうということで、これらの候補が少し減ります。こちらの国だけが残りました。ブラジルとモルディブということで、いやー、少ないですよね。治安の問題でね、ブラジルはちょっと僕としてはなさそうかなと思うので、モルディブ一択といったところなのかもしれません。渡航できる道がゼロではないということが分かったんですけども、結局ですね、僕がこの渡航に乗り出すのかどうか、これを真剣にシミュレーションをしているわけなんですけど、結論ね、思いとどまってるというのが正直なところなんですよ。本当はね、こういったチャンネルをやってるわけですので、海外に行ってですね、その様子を撮影して、ということをやってみたかったわけなんですけどね、僕の彼女と一緒に。相手にね、リスクを負わせてまで強行するってことは、これはよろしくないだろうということで、思いとどまってるというわけなんですよね。例えば、フライトがキャンセルになってしまうリスクだとか、このご時世だから十分あり得るわけですよ。そしてね、これ当日飛んだとしても、遅延によってですね、トランジットに失敗してしまうなんて言ったらもう大変なわけですので、これね、一人旅であれば、自力でね、いくらでも何とでもなると思うんですけど、相手がいてですね、その相手が旅慣れていないということだと、大きな危険が伴うんじゃないかと思うわけなんですね。例えばね、モルディブに渡航するとなると直行便が日本からもないけどフィリピンからもないんですよね。なので、例えばタイの空港とかね、あとシンガポール、チャンギ空港であったり、ドバイ空港であったりですね、トランジットをしていくということが想定されるわけでして、そこでミスってしまうと、最悪数日間はそこに滞在をしてもらうという可能性もあるわけでして、これはですね、一定のサバイバル能力を相手に求めざるを得ないということになりまして、旅慣れない相手をね、グリーンゾーン国に呼ぶというのはハードルがね、まだ高いと言わざるを得ませんということで、結論としては、今はまだお互いの国で、事態が好転するのを待とうと
いうことになっております。僕とね、同じ心境の方っていうのは多いんじゃないかなと思うんですよね。もちろんですね、帰国した時の2週間待機などありますので、普通にお仕事をされてる方だと、このね、国際恋愛を継続すること自体のね、このハードルっていうのは、やっぱ高いんじゃないかとも思うわけなんですよね。今まではよくですよ、仕事と私とどっちが大事なのみたいなね、質問はしないでくれよみたいなシーンをよく聞きますけども、これからはね、2週間待機と私とどっちが大事なのみたいな、ことをね、問われるケースが出てくるかもしれませんというのは、これは冗談ですけども、やっぱりね、相手に対して無理なリスクを負わせてまでグリーンゾーン国で会うということはできないわけでして、まだまだ頑張ってですね、本チャンネルの皆さんには知恵だけではなくて、僕自身ね、パワーをもらいながら世界の渡航緩和のね、状況、様子を見守っていきたいと思うわけです。本日は以上です。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。大好きでした。I'm afraid. Okay, okay. I'll start. こんにちは、大輔です。54カ国がフィリピンの渡航を解除というニュースが飛び込んでまいりました。Say hi first. Say hi. How is it? How is it? Ah, by the way, it's like a good view, Dayton. Like the sunset. The sunset.